どうも ADHD です。僕と一緒に ADHD のネット診断してみませんか？なんか前に比べて僕の今の困りごととか、あと ADHD の特性とかが変わってる部分があるんじゃないのかなって最近感じ始めてて。なので改めて ADHD のチェックみたいなことをすると、こういうところは前に比べてできてるようになってるとか、逆にこういうところは前は気にしてなかったけどすごく困ってるなみたいな、そういう新しい気づきが得られるんじゃないかなと思ったので、改めてやってみようと思いました。あと ADHD かもしれないなと感じてる方も、本当に自分がその傾向があるかどうかの参考にもなるかなと思うので、ぜひ最後まで動画を見ていただけたら嬉しいです。ちなみに ADHD は発達障害の障害なので、ちゃんとした診断っていうのは病院じゃないとできないし、ネット診断っていうのはあくまでも参考程度って感じなので、どんな結果が出たとしてもそれは確実的なものではないので、本当に参考程度って感じで、今日は六本木クリニックさんのこちらのサイト ADHD 診断セルフチェックっていうのを元にやっていこうと思います。多分ね、全部で10何個ぐらい質問があると思うので、パッパとやっていきますね。余計なこと喋らないようにしないと。じゃあ早速やっていきます。1つ目、目標へ近づくにつれて自分に甘くなってしまうことはありますか？これはあります。例えば何かレポートを書かなきゃいけない時とかに8割ぐらいまではガーッと集中して終わらせることができるんだよ。一気に終わらせるの。だけど、あと一歩で終わるってなってくると、明日やればいいやとか、後でやればいいやっていうなんか気持ちが出てきてしまって、結局それがずっと続いて締め切り前日になって慌てて終わらせるみたいなことはよくありますね。8割ぐらい完成させちゃうと終わった気になっちゃうんだよね。だから最近動画投稿、よくしてますけど、その動画を作るときは撮影から編集、そして投稿までできる限り1日で終わらせるようにしてるのね。撮影だけ完了させたらもう終わった気になっちゃったりして手をつけなくなっちゃうかなと思ったので、そういったところを考えると時々あるって感じかな。2つ目、計画性が試される課題を行う際にどこから手をつけたらいいかわからなくて止まってしまうことはありますか？優先順位をつけて物事を取り組むことができるかみたいな話だよね。そうなると僕結構やりたいこと、自分が気になることから手を出してやってしまうタイプなので、全然計画通りに物事は進まないですね。なのでこれはよくあるかな。4つ目、予定を忘れたり遅刻したりすることはありますか？めちゃくちゃ前に比べて遅刻は減ったと思う。最近はスマホのリマインダーに予定ができたらすぐ登録するように心がけてるし、家を出る時間とかが決まってたらその時間にアラームが鳴るように設定したりとか、すごい工夫を取り入れるようになったのでだいぶ減りました。とはいえね、5分ぐらい遅刻したりとか、あとダブルブッキングしたこともこの間あったから、時々あるぐらいかな。4つ目、面倒なことや興味のないことを後回しにしたり理由をつけて遠回しにすることはありますか？これはめちゃくちゃあるよ。自分のやりたくないことをやるっていうのは相当体力が必要だからね。他の人はどうしてそんなにやりたくないことをやるかって言って腰が上がるのってすっごい未だに疑問に思うぐらい、自分のやりたくないことっていうのは本当にできやしない。 ADHD はドーパミンが足りないからできないんだってよく言うけど、本当にそうなのかもしれないねってことで、これはいつもそうです。5つ目、長時間座っていることが窮屈に感じ手足を動かさずにはいられないことはありますか？今僕結構動いてなかった？大丈夫？手足を動かさずにいられないこともよくありますね。最近こういう手が暇にならないようにするおもちゃみたいなのをいろいろ買ってて、ボタンを無限に押すことができたりとか、こういうところで手をぐるぐるすることができるとか、こういうのを触りながらだったら長時間結構座ることはできるなって最近思ってます。なのでこれはよくあるかな。6つ目、特定のことに吸い取られるように夢中になり時間が経つのを忘れることはありますか？これ要は過集中の話だよね。自分の興味のあることだったらめちゃくちゃ集中することができる。トイレを行くことも食事をとることも忘れて、そのことにすごく没頭することができるっていう話でしょ。ごめんなさい、ちょっと余計なことしに行ってました。過集中といえば最近ポケポケにすごいハマっちゃって、特にバトルをすごいやってて、寝る前に
に 2,3 回ちょっと勝負しようと思ったら普通に朝を迎えてたんで、そういうことを考えるとこれはよくあるかもしれませんね。7個目、後先考えずに行動することはありますか？これはめちゃくちゃあります。僕は衝動性が強いタイプなんで、これしたい、あれやりたいと思ったらすぐそっちに行ってしまう。ほんとそれでいろんな人に迷惑をかけてきたし、自分もいろんな過ちを犯してきたけれども、ポジティブな言い方をすると行動力がある。ってことでこれはいつもそうです。8個目、光や音による刺激や他に興味のあることが気になり注意が散漫することありますか？これはもう本当に悩んでる。いつもそうです。だって今も動画撮ってたけど他に気になることができちゃって、そこでちょっと離席してましたから、これはいつもそうです。9つ目、直接話しかけられているにもかかわらず話が頭に入ってないことはありますか？あります。音は聞こえてる、ちゃんとその人の話は聞こえてるんだけど頭の中のその理解が追いつかないことは全然あるし、大勢の人がいるガヤガヤしたところで話を聞くっていうのがすごく苦手で、いろんな音をキャッチしちゃうから相手の話に集中することができず頭に入ってこないってことはもう全然ありますね。ってことでこれはいつもそうだ。10個目、物を置いたまま忘れたりなくしてしまうことありますか？これさ、僕さこの間鍵をねどこかに忘れてきちゃって、ただ鍵にエアタグをつけてたから場所は分かったの。その場所がね警察でした。誰かがね届けてくれたんだと思う僕の鍵を。本当にありがとうございます。でもまだ取り行ってないんだよね。取りに行かないと。他にもスマホとかイヤホンとかなんか置いた場所にないんだよね。そういうのがよくあるから、これもいつもそうです。11個目、衝動買いをしたり間違えて2回同じものを買ってしまうことはありますか？日常茶飯事ですね。もう本当お金がたまりません。どんどんお金が消えていく。12個目、目の前のこととは関係のない考え事をしていることがどのくらいありますか？今もうね関係ないこと考えてたからこれはいつもそうですと。ちなみに今はねコーヒー飲みたいなとか頭の中で考えてました。13個目、時間に空きができた際に何をしたらいいかわからなくなったりゆったりとくつろぐことができず休まらないことはありますか？これはね分かります。ウェイティングモードって海外では呼ばれてることがあって、どこかに出かける際にもうすでに支度は完了していますと、出かけるまであと30分ぐらい時間がありますよっていう状態の時に、普通だったらなんかちょっとくつろいだりとかやらなきゃいけないことをちょっとやろうかなとか時間を有効活用することができると思うんだけれども、僕とか、ADHD を持ってる方だと特にそういう時間を有効活用することができずそわそわしちゃうみたいな、ちょっとした緊張感を持ちながら家を出るまでの時間をただひたすら待つっていう状態をウェイティングモードっていうらしくって、で今の質問にすごく似てんのかなと思ったので、別にすごい困ってるわけではないんだけど無駄だなと思うその時間が。なのでこれはいつもそうです。14個目、社会的な場で喋りすぎてしまうことはありますか？社会的な場っていうのは職場とかみんなで話し合っている会議とかグループワークとかそういうところで自分一人でペラペラ喋りすぎてしまうことあるかっていうことだよね。僕すごい興奮してる状態だとおしゃべりが止まらなくなっちゃうの。周りの状況を考えずにずっと喋り続けてしまうことはあるんだけど、興奮してなければある程度落ち着いてその場を過ごすことができたりするから、時々あるから時々ある。15個目、変化や刺激の少ない作業をする際にミスを繰り返してしまうことはありますか？逆に変化が激しい作業とかだとめちゃくちゃミスしちゃうけど、ずっと同じことを繰り返しやれるような作業だったら僕は全然ミスはむしろなくなる方かもしれません。仕事とかも慣れるまでにはすごく時間がかかるんだけど慣れてからだったら結構ミスはそんなに多くないかなって感じなんで、これは全くないにしちゃおう。16個目、自分の順番まで待てないことはありますか？順番を待つっていうのが何もしないで一人でただひたすら待つっていうのは絶対できないと思うんだけど、誰かと話していたりとかスマホをずっといじりながらとかだったらなんとか待つことはできるかなとは思います。なので時々あるぐらいかな。17個目、その場しのぎの発言をして後から指摘されることはありますか？これめちゃくちゃあります。ある。なんか分からないのに分かりましたとか言ってしまうとかね。で結果的にお前分かってないのに分かったって言うんじゃねえよみたいなことを散々言われてきたんで、これは全然あります。なんでそんなこと言っちゃうんだろうね。おそらく僕衝動性が結構強いタイプだから、そのとっさに最初に考えるよりも先に口が出てしまうとかそういうのがあるのかな。あとは自己肯定感がすごい低い方だと思うので、分からないっていうところに抵抗がある。どうしても相手の人
の心地いい言葉を言わなきゃいけないみたいな、そんな思いを持って会話してる時がすごく多いので、だからその場しのぎの発言がすごく増えてしまうのかもしれません。なんでこれはいつもそうだ。18個目、相手が話している途中で口を挟んでしまうことはありますか？昔はあった。すごく昔は誰かが話してる最中に気になるワードが出てきたらそれって何？とかすぐ聞いてたし、誰かが話してる最中に何か気になるものが周りにあったら話を遮っててもあれ見てみたいな、そんなことをよくしてたんだけど、当時はねそれが失礼な行為だってことにそもそも気づいてなかったっていうのもあって、バンバン口を挟むことはあったんだけど、いろんな人に怒られ、いろんな人に指摘をされて僕も気をつけるようになったので、最近はすごく減ったなと思いますから、これは時々あるにしようと思います。結果発表、33点以上の方が ADHD の可能性が高いみたいなんだけど、僕は38点でした。なので僕は ADHD の可能性が高いみたいです。非常に。やっぱり ADHD なんだなって感じだけど、でもね今これやって思ったのは、結構前に比べて改善できてること多いなってちょっと感じちゃった。 ADHD の症状って成長するにつれて変化があるって言うじゃないですか。僕も結構その学生の頃とかに比べたらだいぶね成長した部分もあると思います。っていうのもやっぱりいろんな人に怒られてきたから、さすがになんか気をつけようっていう風に思う場面も増えてきたし、でもその分少し生きるのに疲れを感じやすくなったかなと思います。だっていろんなところに意識して過ごしてるからね。たとえ ADHD の特性を自分が持っていたとしても、今の生活が全然苦しくないし、むしろ楽しいぜイエーイっていう方であれば、全然ADHD のことは気にする必要はないのかなと思うんだけれども、もし今の生活とか社会の中ですごく困りごとが多くって生きていくのが大変だなって感じている場合は、ぜひいろんな方に相談して、クリニックに行ってみたりとか、カウンセラーさんに相談してみたりとかして、一人で決して抱え込まないようにしてくださいね。最後にね、僕今度ロング動画を撮るときに質問コーナーみたいなことをやりたいなと思ってるので、もし何か質問がありましたらコメントにいろいろ書いてもらえたら嬉しいです。そんな感じでバイバーイ。